ていただいたお客さんに食べてもらって美味しかったって笑顔で帰ってもらうのが大事なんですけど、やってる自分も笑顔になれるようにやれたらいいなと思ってやってます。はい。美味しいです。最近はあんま来れないですけど、よく来てました。仕込みは毎朝何時からされるんですか？まあ6時ですね。ただもう電車の都合上5時半ぐらいにはもう来てますね。大体仕込みはその野菜切ったり、野菜切ったり、あとはものによってはタレを作ったり、ラーメンの醤油とか塩とか、毎日やるのは餃子ですかね。餃子を毎日手作りで作ってるんで、生餃子を使ってるんで。キャベツは1日何玉ぐらい仕込みあるんですか？その日にもよりますけど、大体1箱8個入りなんですけど、6個から8個ぐらいは使ったりしますね。このお店のお好きなメニューってどんなメニュー？メニュー、炒め物だったらニラと卵炒めとか結構ボリュームもあって好きですかね。これで1日分のおしんこって感じですかね。大体2日分ぐらいですかね。定食とかチャーハンとかにつけるんで結構消費が早いんで。
何を作られてるんですか？これは餃子に使うネギを青い部分をちょっと臭み取りっていうか香り出しっていうか軽く炒めて熱いうちは使いますんでちょっと冷やして。ご飯は毎日どのくらい使うんですか？ランチでだいたい5キロ、7キロぐらいですかね。で夜だと5キロになって3回戦ぐらい買ってるんで、定食だとここ大盛りが無料でやってるんで量が多いんです。出る量が1回で。このニンニクと生姜は何用ですか？これは餃子のあんですね。チャーシューは基本的にラーメンのトッピングですか？そうですね。ラーメンとかあとたまにおつまみとかでもありますね。自家製のタレですそうですね。味付けは醤油ですね。ベースは。はい。この量で大体何個分くらいかって分かりますか216個。足りなければまた巻くみたいな形ですかね。量がちょっと危ないなと思えば夕方また巻き始めたりとか、ランチより夜の方が餃子が出るんでお酒を飲まれたりとかもあるんで。
プの出汁は具体的には何を使ってるんですか？これ豚と鶏ですね。野菜は一応ネギ、生姜、あとはそこに使ったキャベツとか白菜とか。216個作るんですよ。そうですね、基本は。ランチが結構出ちゃえば夜途中で巻いたりとかはありますけど、基本それで足りるんで、たまに餃子しか食べない人もいますね。餃子だけを食べてる。やっぱ餃子は他のとことは違う感じですか？大判なんで、あとまあいろいろこだわりが集まってるんだと思います。社長の。このお店ははいいつ頃オープンされたんですか？ 4年ちょっと前ですか、5年目に入ったのかな。もともとお店経営してた方がいて、そこで従業員として働いてたんですよ。こちらのメニューとかも前の会社のやつを引き継いだ感じなんですか？新しくしたものもありますし、そのまま使ってるのもあります。その当時から来てくれてるお客さんもずっといますし、基本はそんな変わってないんですけど、まあ、ベースのなんか醤油ラーメンとかはちょっと変えたりとか、餃子は一から手作りしたりとか、そういう風に変えてはいるんですけど。麺系で、はい一番おすすめだったりとか人気のメニューって何がありますか？やっぱ醤油ラーメンが一番出ますけど、寒いと横浜の名物のサンマー麺とかもいっぱい出ますね。一番メインがラーメンランチってやつなんですけど、だるまランチっていうのがあって、オズランチっていうのがあって、3種類やってます。朝これ見ながら使うものをちょっと考えながら準備するんですけど、ランチの場合はこの中でランチはそうですね、ランチメニューが多いとは思います。こだわってらっしゃるところみたいなのってこだわります来ていただいたお客さんに、食べてもらって美味しかったって笑顔で帰ってもらうのが大事なんですけど、やってる自分も笑顔になれるようにやれたらいいなと思ってやってます。
パゲッティサラダみたいなやつなんですけど、マヨネーズにあえてスパゲッティの代わりにラーメン使ってるので、マヨネーズと、ラーメンに使ってる返しと、あと塩コショウ2種類あって、カレー味と、まあ、普通のマヨネーズ味と、ここはカレー味。なんか忘れちゃったと思う。外せないと思う。これは何の仕込みですか？あ、これレバーの下味っていうか、仕込み。レバニラとかの。そうですね。レバーの。はい
全部大盛りじゃなかったのか。そうですよ。だるまランチ800円。美味しいと思います。よくいらっしゃるんですか？最近はあんま来れないですけど、よく来てました。家近いんで。
いらっしゃいませ、どうぞ。